皆さんこんにちは。今日は私の一日についてお話しします。火曜日、2025年10月7日。今朝は7時頃に起きました。昨夜は少し遅くまで動画を編集していたので少し眠かったです。外を見ると空が青くてとてもいい天気でした。カーテンを開けて深呼吸をしました。秋の朝の空気はひんやりしていて気持ちがいいです。朝ごはんはトマトスープとサンドイッチ、コーヒーでした。私は毎朝コーヒーを飲まないと頭がよく動きません。食べながらニュースを見ました。最近は世界のニュースを英語で読むようにしています。まだ全部はわかりませんが、少しずつ理解できるようになってきました。朝ごはんの後、洗濯をしました。洗濯機を回している間に部屋を掃除しました。机の上が少し汚れていたので、本やノートを整理しました。それから観葉植物に水をやりました。緑を見ると気分が落ち着きます。洗濯が終わってベランダに干しました。秋の風が気持ちよかったです。午前10時からパソコンで勉強を始めました。今日は日本語教育の教材を作る練習をしました。文法をわかりやすく説明するのは結構難しいです。途中で少し疲れたので10分だけ休憩して紅茶を飲みました。その後、友達とメッセージで話しました。彼女はタイに住んでいて最近日本語を勉強し始めたそうです。お昼ご飯は冷蔵庫にあった残り物で作りました。ご飯、卵焼き、焼き鮭、味噌汁です。簡単ですが、バランスが良くて美味しかったです。食べ終わってから少し昼寝をしました。20分ぐらい寝ただけで体が軽くなりました。午後、図書館へ行きました。家から自転車で10分くらいです。図書館の中は静かで落ち着きます。今日は日本の歴史の本と英語の発音の本を借りました。それから近くのカフェに行ってホットラテを飲みながら本を少し読みました。カフェの中では静かな音楽が流れていてとてもリラックスできました。午後4時ごろスーパーに寄って買い物をしました。今日はキャベツ、人参、豆腐、牛乳を買いました。家に帰ってから夕ご飯を作りました。今日は野菜カレーを作りました。人参、じゃがいも、
玉ねぎ、牛肉を入れました。ゆっくり煮たので、とても美味しかったです。食べながら韓国ドラマを見ました。登場人物の話すスピードが速くて、韓国語はまだ難しいです。夜、少し疲れたので、シャワーを浴びてリラックスしました。その後、SNS で友達の投稿を見ました。アメリカに住んでいる友達が秋の写真をアップしていて、とても綺麗でした。午後9時半に私は今日の勉強ノートを整理して少し英単語を復習しました。10時に歯を磨いて寝る準備をしました。今日も静かでいい一日でした。明日は雨の予報なので洗濯はお休みにします。11時ごろベッドに入ってゆっくり寝ました。水曜日、2025年10月8日。今朝、私は6時半ごろに目が覚めました。外はまだ少し暗くて、空に雲が多かったです。カーテンを開けると、遠くで電車の音が聞こえました。私は少し眠かったですが、ストレッチをして体を動かしました。その後、顔を洗って冷たい水で目を覚ましました。朝ごはんはトーストとゆで卵、ヨーグルト、バナナでした。朝からフルーツを食べると気分が良くなります。朝ごはんの後、コーヒーを飲みながら今日の予定をノートに書きました。今日は家で仕事と勉強をする日です。まずメールをチェックして必要なメッセージに返事をしました。それから日本語の授業の動画を撮りました。私はカメラの前で話すのが少し緊張しますが、だんだん慣れてきました。録画が終わった後、編集をして YouTube にアップロードしました。少し時間がかかりましたが、満足しました。午前10時ごろ、休憩をしました。紅茶を入れて窓の外を見ました。この葉が少しずつ黄色くなっていて、秋を感じました。11時ごろ、スーパーへ行きました。今日は晴れていたので自転車で行きました。スーパーには秋の食べ物がたくさんありました。栗、さつまいも、かぼちゃ、梨などです。私はリンゴと豆腐、サーモン、ブロッコリーを買いました。全部で1200円ぐらいでした。帰り道にパン屋にも寄ってチョコクロワッサンを一つ買いました。昼ご飯はサーモンの照り焼き、ブロッコリーのサラダ、味噌汁、ご飯でした。全部家で作ったのでとても美味しかったです。
ご飯を食べた後、皿を洗って少し昼寝をしました。20分だけのつもりが気持ちよくて1時間も寝てしまいました。午後2時ごろ、パソコンで勉強を再開しました。今日は漢字と文法の復習をしました。それから英語のスピーキング練習もしました。私は英語がまだ苦手なので、毎日少しずつ話す練習をしています。後で彼氏とチャットをしました。彼は仕事中だったので短い会話だけでしたが、嬉しかったです。午後4時ごろ、近くの公園に散歩に行きました。風が気持ちよくて、空がとても綺麗でした。ベンチに座って本を読みました。子供たちがボールで遊んでいて、笑い声が聞こえました。1時間ぐらいゆっくりしてからスーパーで買ったリンゴを一つ食べながら帰りました。家に帰って洗濯をしました。乾燥機を使わずに外に干しました。秋の風で洗濯物がよく乾きました。夜ご飯は豆腐のスープと野菜炒めでした。その後、少し掃除をしてシャワーを浴びました。午後8時ごろ、母に電話をしました。最近のことを話して、たくさん笑いました。母は元気そうで安心しました。夜10時に私は日記を書きました。今日もいろいろなことができていい一日でした。少し疲れましたが、心が落ち着いていました。明日も頑張ろうと思いました。10時半ごろ、ベッドに入って静かな音楽を聴きながら寝ました。皆さんこんにちは。今日は私の一日についてお話しします。火曜日、2025年10月7日。今朝は7時ごろに起きました。昨夜は少し遅くまで動画を編集していたので少し眠かったです。外を見ると空が青くてとてもいい天気でした。カーテンを開けて深呼吸をしました。秋の朝の空気はひんやりしていて気持ちがいいです。朝ごはんはトマトスープとサンドイッチ、コーヒーでした。私は毎朝コーヒーを飲まないと頭がよく動きません。食べながらニュースを見ました。最近は世界のニュースを英語で読むようにしています。まだ全部はわかりませんが、少しずつ理解できるようになってきました。朝ごはんの後、洗濯をしました。洗濯機を回している間に部屋を掃除しました。机の上が
少し汚れていたので、本やノートを整理しました。それから観葉植物に水をやりました。緑を見ると気分が落ち着きます。洗濯が終わってベランダに干しました。秋の風が気持ちよかったです。午前10時からパソコンで勉強を始めました。今日は日本語教育の教材を作る練習をしました。文法をわかりやすく説明するのは結構難しいです。途中で少し疲れたので10分だけ休憩して紅茶を飲みました。その後、友達とメッセージで話しました。彼女はタイに住んでいて、最近日本語を勉強し始めたそうです。お昼ご飯は冷蔵庫にあった残り物で作りました。ご飯、卵焼き、焼き鮭、味噌汁です。簡単ですが、バランスが良くて美味しかったです。食べ終わってから少し昼寝をしました。20分ぐらい寝ただけで体が軽くなりました。午後、図書館へ行きました。家から自転車で10分くらいです。図書館の中は静かで落ち着きます。今日は日本の歴史の本と英語の発音の本を借りました。それから近くのカフェに行ってホットラテを飲みながら本を少し読みました。カフェの中では静かな音楽が流れていてとてもリラックスできました。午後4時ごろスーパーに寄って買い物をしました。今日はキャベツ、人参、豆腐、牛乳を買いました。家に帰ってから夕ご飯を作りました。今日は野菜カレーを作りました。人参、じゃがいも、玉ねぎ、牛肉を入れました。ゆっくり煮たのでとても美味しかったです。食べながら韓国ドラマを見ました。登場人物の話すスピードが速くて、韓国語はまだ難しいです。夜、少し疲れたので、シャワーを浴びてリラックスしました。その後、SNS で友達の投稿を見ました。アメリカに住んでいる友達が秋の写真をアップしていて、とても綺麗でした。午後9時半に私は今日の勉強ノートを整理して少し英単語を復習しました。10時に歯を磨いて寝る準備をしました。今日も静かでいい一日でした。明日は雨の予報なので洗濯はお休みにします。11時ごろベッドに入ってゆっくり寝ました。水曜日、2025年10月8日。今朝、私は6時半ごろに目が覚めました。外はまだ少し暗くて
空に雲が多かったです。カーテンを開けると、遠くで電車の音が聞こえました。私は少し眠かったですが、ストレッチをして体を動かしました。その後、顔を洗って冷たい水で目を覚ましました。朝ごはんはトーストとゆで卵、ヨーグルト、バナナでした。朝からフルーツを食べると気分が良くなります。朝ごはんの後、コーヒーを飲みながら今日の予定をノートに書きました。今日は家で仕事と勉強をする日です。まずメールをチェックして必要なメッセージに返事をしました。それから日本語の授業の動画を撮りました。私はカメラの前で話すのが少し緊張しますが、だんだん慣れてきました。録画が終わった後、編集をして YouTube にアップロードしました。少し時間がかかりましたが、満足しました。午前10時ごろ、休憩をしました。紅茶を入れて窓の外を見ました。この葉が少しずつ黄色くなっていて、秋を感じました。11時ごろ、スーパーへ行きました。今日は晴れていたので自転車で行きました。スーパーには秋の食べ物がたくさんありました。栗、さつまいも、かぼちゃ、梨などです。私はリンゴと豆腐、サーモン、ブロッコリーを買いました。全部で1200円ぐらいでした。帰り道にパン屋にも寄ってチョコクロワッサンを一つ買いました。昼ご飯はサーモンの照り焼き、ブロッコリーのサラダ、味噌汁、ご飯でした。全部家で作ったのでとても美味しかったです。ご飯を食べた後、皿を洗って少し昼寝をしました。20分だけのつもりが気持ちよくて1時間も寝てしまいました。午後2時ごろ、パソコンで勉強を再開しました。今日は漢字と文法の復習をしました。それから英語のスピーキング練習もしました。私は英語がまだ苦手なので、毎日少しずつ話す練習をしています。後で彼氏とチャットをしました。彼は仕事中だったので短い会話だけでしたが、嬉しかったです。午後4時ごろ、近くの公園に散歩に行きました。風が気持ちよくて、空がとても綺麗でした。ベンチに座って本を読みました。子供たちがボールで遊んでいて、笑い声が聞こえました。1時間ぐらいゆっくりしてからスーパーで買ったリンゴを一つ食べながら帰りました。家に帰って洗濯をしました。
乾燥機を使わずに外に干しました。秋の風で洗濯物がよく乾きました。夜ご飯は豆腐のスープと野菜炒めでした。その後、少し掃除をしてシャワーを浴びました。午後8時ごろ、母に電話をしました。最近のことを話して、たくさん笑いました。母は元気そうで安心しました。夜10時に私は日記を書きました。今日もいろいろなことができていい一日でした。少し疲れましたが、心が落ち着いていました。明日も頑張ろうと思いました。10時半ごろ、ベッドに入って静かな音楽を聴きながら寝ました。